こんにちは。日本語を勉強している皆さん、こんにちは。今日は私の一日について話します。これはある会社員の普通の一日です。皆さんも自分の生活と比べながら聞いてみてください。では、始めましょう。朝、私は毎朝6時半に起きます。スマートフォンのアラームが鳴ると少し眠いですが、ベッドから起きます。まず、顔を洗って歯を磨きます。それからコーヒーを入れます。私はコーヒーがとても好きです。朝はコーヒーを飲まないと元気になりません。朝ごはんはいつも簡単です。今日はトーストと卵、そしてヨーグルトを食べました。朝ごはんを食べながらスマートフォンでニュースを読みます。それから仕事のメールを少しチェックします。7時半になると会社へ行く準備をします。スーツを着て、カバンを持って家を出ます。通勤。私の家から会社までだいたい40分ぐらいかかります。まず、家の近くの駅まで歩きます。駅までは10分ぐらいです。駅に着くと電車に乗ります。朝の電車はとても混んでいます。たくさんの人が仕事へ行きます。電車の中では、スマートフォンで日本語のポッドキャストを聞いたり、本を読んだりします。時々、疲れている時は少し寝てしまうこともあります。30分ぐらい電車に乗ると、会社の近くの駅に着きます。駅から会社までは歩いて5分です。午前の仕事。会社に着くと、まずパソコンを開きます。それから仕事のメールをチェックします。毎日たくさんのメールが来ます。同僚と仕事の予定について話したり、会議の準備をしたりします。私の会社では、だいたい10時に短いミーティングがあります。そのミーティングで今日の仕事の予定をみんなで確認します。それからそれぞれ自分の仕事を始めます。午前中は資料を作ったり、お客様にメールを書いたりします。気がつくともうお昼の時間になっています。昼ごはん。昼ごはんはだいたい12時に食べます。会社の近くにはたくさんレストランがあります。今日は同僚と一緒に小さい日本料理のレストランへ行きました。私は生姜焼き定食を食べました。定食にはご飯、味噌汁、サラダがついています。とても美味しかったです。昼ご飯を食べながら同僚といろいろな話をします。仕事の話だけではなく、旅行や映画の話もします。昼休みは1時間です。ご飯を食べた後、近くのコンビニでコーヒーを買いました。それから会社へ戻りました。午後の仕事。午後の仕事は1時から始まります。午後は会議があることが多いです。今日はオンライン会議がありました。お客様と新しいプロジェクトについて話しました。会議の後、レポートを書いたり、資料をチェックしたりしました。午後3時頃になると少し疲れてきます。その時はコーヒーを飲んだり、少しストレッチをしたりします。それから
また仕事を続けます。会社の仕事はだいたい6時に終わります。仕事の後、時々同僚と夕ご飯を食べに行きます。でも今日はまっすぐ家へ帰りました。駅まで歩いて電車に乗ります。夜の電車は朝より少し空いています。電車の中では音楽を聴いたり YouTube を見たりします。40分ぐらいで家の近くの駅に着きます。夜の時間。家に帰るととてもお腹が空いています。今日は簡単な夕ご飯を作りました。ラーメンと野菜サラダです。テレビを見ながらゆっくりご飯を食べました。その後、シャワーを浴びました。夜はリラックスの時間です。本を読んだり、YouTube を見たり、日本語を勉強したりします。寝る前。夜11時頃になると、だんだん眠くなります。寝る前に明日の予定を少し確認します。それからスマートフォンのアラームをセットします。ベッドに入って少し本を読みます。そしてだいたい11時半に寝ます。エンド。これが私の普通の一日です。皆さんの一日はどうですか？日本語で自分の一日を説明できますか？ぜひコメントで教えてください。それではまた次の日本語のリスニングで会いましょう。ありがとうございました。こんにちは。日本語を勉強している皆さん、こんにちは。今日は私の一日について話します。これはある会社員の普通の一日です。皆さんも自分の生活と比べながら聞いてみてください。では、始めましょう。朝。私は毎朝6時半に起きます。スマートフォンのアラームが鳴ると少し眠いですが、ベッドから起きます。まず、顔を洗って歯を磨きます。それからコーヒーを入れます。私はコーヒーがとても好きです。朝はコーヒーを飲まないと元気になりません。朝ごはんはいつも簡単です。今日はトーストと卵、そしてヨーグルトを食べました。朝ごはんを食べながらスマートフォンでニュースを読みます。それから仕事のメールを少しチェックします。7時半になると会社へ行く準備をします。スーツを着て、カバンを持って家を出ます。通勤。私の家から会社までだいたい40分ぐらいかかります。まず、家の近くの駅まで歩きます。駅までは10分ぐらいです。駅に着くと電車に乗ります。朝の電車はとても混んでいます。たくさんの人が仕事へ行きます。電車の中ではスマートフォンで日本語のポッドキャストを聞いたり、本を読んだりします。時々、疲れている時は少し寝てしまうこともあります。30分ぐらい電車に乗ると、会社の近くの駅に着きます。駅から会社までは歩いて5分です。午前の仕事。会社に着くと、まずパソコンを開きます。それから仕事のメールをチェックします。毎日たくさんのメールが来ます。
同僚と仕事の予定について話したり、会議の準備をしたりします。私の会社では、だいたい10時に短いミーティングがあります。そのミーティングで、今日の仕事の予定をみんなで確認します。それから、それぞれ自分の仕事を始めます。午前中は、資料を作ったり、お客様にメールを書いたりします。気がつくと、もうお昼の時間になっています。昼ご飯。昼ご飯は、だいたい12時に食べます。会社の近くには、たくさんレストランがあります。今日は同僚と一緒に、小さい日本料理のレストランへ行きました。私は生姜焼き定食を食べました。定食にはご飯、味噌汁、サラダがついています。とても美味しかったです。昼ご飯を食べながら、同僚といろいろな話をします。仕事の話だけではなく、旅行や映画の話もします。昼休みは1時間です。ご飯を食べた後、近くのコンビニでコーヒーを買いました。それから会社へ戻りました。午後の仕事。午後の仕事は1時から始まります。午後は会議があることが多いです。今日はオンライン会議がありました。お客様と新しいプロジェクトについて話しました。会議の後、レポートを書いたり、資料をチェックしたりしました。午後3時頃になると少し疲れてきます。その時は、コーヒーを飲んだり、少しストレッチをしたりします。それから、また仕事を続けます。会社の仕事は、だいたい6時に終わります。仕事の後。仕事の後、時々同僚と夕ご飯を食べに行きます。でも今日はまっすぐ家へ帰りました。駅まで歩いて電車に乗ります。夜の電車は朝より少し空いています。電車の中では音楽を聴いたり YouTube を見たりします。40分ぐらいで家の近くの駅に着きます。夜の時間。家に帰るととてもお腹が空いています。今日は簡単な夕ご飯を作りました。ラーメンと野菜サラダです。テレビを見ながらゆっくりご飯を食べました。その後、シャワーを浴びました。夜はリラックスの時間です。本を読んだり、YouTube を見たり、日本語を勉強したりします。寝る前。夜11時頃になると、だんだん眠くなります。寝る前に、明日の予定を少し確認します。それから、スマートフォンのアラームをセットします。ベッドに入って少し本を読みます。そして、だいたい11時半に寝ます。エンド。これが私の普通の一日です。皆さんの一日はどうですか？日本語で自分の一日を説明できますか？ぜひコメントで教えてください。それでは、また次の日本語のリスニングで会いましょう。ありがとうございました。